遠くから宮城県ですよね。宮城県から来たんですけれども、初めて製糸場に来て、何か富岡についての感想とかありますか？そうですね。遠くてね、もう嫌になっちゃうぐらい遠かったんですけど、門のとこに来たら、なんだろう、レンガの建物ですごいびっくりして、私こんなとこで勤まるんかなってちょっと不安になりましたけど、なぜ製糸場で働きたいと思いましたか？父親と同級生の人がいて、原料課長してたんですよね。その人の紹介ですね。1年に何回ぐらい実家に帰れましたか？1年にお盆とお正月ですね。1週間ぐらいですかね。じゃあ自分でその電車のチケットを取って帰ってたってことですか？自分じゃなくて、最初は会社の方でちょっと買ってもらって、そして2年目3年目あたりからは自分で買って、その仲間同士で行きましたね。お土産は高崎の駅で焼きまんじゅうを買っていくとおばあちゃんが喜んでね最初は2万4千ぐらいでしたかね。それから5千ぐらい貯金して、通帳これね事務所は管理してて、こういう紙に書いて、下ろしてました。洋服買ったり、なんか食べ物買ったり、食事はここの食堂なんですけど、間食ですかねおやつに冬は制服で帽子で、夏は白いワイシャツでズボンで前掛けしてね。エプロンは入りたてはお店から買ってきて、でだんだん先輩のを見よう見まねで自分で作りましたね。紐を長くこう幅広くして、こういう白蝶々結びして可愛く作りました。創糸場で作業してた時に皆さん静かにやってましたか？それとも音楽とかラジオが流れてましたか？そうですね。で朝は静かなんですけど、大体なんだろう、いろんな会議とかそういうのが終わるとレコードかけたりしてもらいましたね当時流行してたアイドルですかね？そうですね。あと山口百恵のね、こういう感じでこういうかかるとなんとなく張り合いが出てねで普通に管理事務所にいてこれを流してくださいって、流してくださいってそこに女の人がいたんで頼んできてかけてもらったり。何しろ糸を切らさないように、あと繭をこういう薄くなるとさなぎだけになっちゃうんで、そのさなぎを取ったり、糸を切らすとそこが細くなっちゃうんで、先輩と一緒にこう長い列があって糸が切れるとつないで、糸が切れないようにこうなんていうんだろう、行ったり来たりして、恐怖になった時はもう不安で私にできるかなっていうことが心配でしたけど、創糸係の人がいて、分かんなかったら教えるから大丈夫っていうことで、繭が少なくならないように巡回っていうか、してましたね。でこう糸が切れたりするとそれをつなぐのを手伝ったり、不良品が出るとこういう糸の太かったり細かったりそういうのが出ると一人ずつこういうのはダメだから出ないように注意してくださいってこうみんなにね、でも後輩に言うはいいんですけど、先輩にちょっと言うはちょっと嫌でしたね
富岡お祭りでハッピーを着て踊ったことこれは成人式。成人式はじゃあ製糸場で過ごしたということですかね。そうですね。でもご両親とその成人式の日を過ごせなかったことはちょっと寂しいと思うので。そうですね。だから写真をいっぱい撮って送りました喜びますね